こんにちは、チームマダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はパゴダのニックネームで知られているメルセデス・ベンツ W113SL をご紹介しようと思います。自動車の歴史を振り返った時、成功したモデルの中には正式名よりも愛称でよく知られているものがありますよね。最も有名なのが初代フォルクスワーゲンのビートル。このビートルという名称はもともと存在していませんでしたが、いつしかドイツ語圏で呼ばれるようになり、1960年代にはフォルクスワーゲンの広告にも使用されるなど認知されました。他にもフィアット500のトッポリーノや、この日本でも忘れられないのがケンとメリーのスカイラインで有名になったケンメリなどが挙げられます。一方でメルセデス・ベンツはと申しますと、一番馴染み深いのがレーシングカーの系譜に連綿と続くシルバーアローが挙げられます。このニックネームはドイツのラジオアナウンサーポール・ラベンが名付けたとされていますが、それは奇妙な外観から名付けたとされています。ちなみにその奇妙な外観とは、とあるレースの車両規定で重量オーバーが危惧されたため、塗料を剥いだむき出しのアルミボディで走っていたところを実況放送されていたんですね。そして市販車で唯一のニックネームで親しまれている車が今回ご紹介する SL パゴダなんです。これはハードトップの形状がほんの少し内側に湾曲し、アジアの寺院を思わせることに基づいているそうなんですが、メルセデス・ベンツの公式プレリリースによると、この SL がイタリアで初めてパゴダと呼ばれたと元チーフデザイナーのブルーノ・サッコは回想しています。ちなみにこのパゴダ、ドイツのメルセデスファンの間では永遠の憧れとして近年ますます人気が高まっているのですが、その表れとしてこの車のオーナーはパゴダドライバーと称されるほど憧れの存在なんです。それを裏付けるようにドイツのパゴダミーティングは1万人を超えるメンバーが在籍するほどの盛況ぶりなんです。これは昭和の名キャッチコピー、いつかはクラウンがドイツではいつかはパゴダと置き換えても良いと思います。パゴダのサクセスストーリーは1963年3月のジュネーブモーターショーでワールドプレミアされ始まりました。メルセデスは世界中から集まった400人の報道関係者の見守る中、開発コード W113-230SL ツーリングスポーツカーを披露しました。同時に会場内からは絶賛の嵐。まるでファッション雑誌の水着モデルの背景として特別に作られたかのようだと、感動のあまりため息をつく記者もいたほどなんです。開発は長年ダイムラーベンツで先行開発を指揮してきたベラ・バレニが担当します。スポーツカー 300SL とエレガントな 190SL という2つの全く異なる車両を置き換えることを目標に開発は進められました。ボディはテールフィンシリーズ W111 セダンのものを技術的基盤に置き、ロードスターのニーズに合わせて再開発されました。短く強化されたフレームフロアシステム、ウィッシュボーンのフロント独立サスペンション、コイルスプリング、横スタビライザー、またガス圧ショックアブソーバーと自動調整付き再循環ボールステアリングは、これほど楽に正確に操縦できる車を運転したことがないと試乗したテスターから称賛の声が寄せられます。もちろんパッシブセーフティーの父と呼ばれたベラ・バレニですから、 SL として初めて徹底した安全対策が導入されました。それは前後にクラッシャブルゾーンがあり、その間にカスタマイズ可能な客室があるというボディコンセプトです。そしてデザインなのですが、これは知る人ぞ知るフランス人デザイナーポール・ブラックが担当しています。彼はメルセデス・ベンツ600をはじめとし、後に BMW やプジョーのデザインを手掛け、数々の名車を世に送り出しています。デザイン開発にあたり、目的は全モデルとの明確な差別化を図り、より男性的な外観を追求することでした。またベラ・バレニが基本的に考えた屋根の形を調和が取れてスタイリッシュであると同時にエレガントな図面で鋳造することにも専念します。こうしてメルセデスのマイルストーンというべきパゴダルーフが世に出ることになるのですが、ポール・ブラックは次のように語っています。
もし古典的な上向きに湾曲した屋根を設計していたら、屋根はさらに10センチ高く、車が見えるようになったでしょう。パゴダの屋根は、主に機能的な理由からのものです。美学とモダンな外観は二の次でした。それに、W113が今日のように、人気の高いクラシックモデルになることはおそらくなかったでしょう。しかし、塔の形にも欠点があったことは否定できません。と語っています。実は、パゴダルーフを取り付けた 230SL の効力係数は 0.515 に悪化してしまうのですが、最も当時としては、あまり空気抵抗のことは論じられることはなかったそうです。エンジンは、直列6気筒 2.3 リッターエンジンを搭載。これはセダンよりコンバートされたものですが、ロードスターではよりスポーティーな仕様のために、いくつかの大幅な変更が加えられています。その一つが、ボッシュの2ピストンから6ピストン噴射ポンプへの変更です。これにより、各シリンダーへの燃料を個別に計量することが可能になりました。スペックは5500回転で150馬力を発生し、4200回転で196ニュートンメーターのトルクを提供します。その後、エンジンは 2.5 リッターに置き換えられますが、わずか1年後には直列6気筒 M130 エンジンを搭載した 280SL に置き換えられることになります。トランスミッションは 230SL の場合、当初はマニュアル4速ギアボックス。これは後に5速もラインナップされますが、オプションでオートマチックが用意されました。実は、このオプションの価格は1400ドイツマルクの追加料金が必要でしたが、最終モデルに至っては、全購入者の 77% が最高の運転快適性を求めて、オートマチックトランスミッションを注文しました。そして、もう一つ、このパゴダの成功を後押しする出来事がありました。ダイムラーベンツは、パゴダが発売された1963年、早くもスポーツ競技会への参加を許可しました。そして、オイゲン・ベーリンガーとコドライバーのクラウス・カイザーは、8月27日から31日まで、有名なベルギーのラリー、スパ・ソフィア・リエージュ長距離ラリーに参加します。これは、5日間で約 5500km を走り抜くという非常に過酷なレースでしたが、2人の乗った 230SL は見事優勝を果たします。なお、このレースは、参加者129名中、ゴールラインに到達したのはわずか20名という事実からも、レースがどれほど過酷だったかがわかりますよね。ちなみに、この優勝した 230SL は、エンジンこそ20馬力アップのチューニングを施していたそうですが、ボディはほとんど手を加えられておらず、ラリーの厳しい環境下でも耐えうることを証明しました。また、ベーリンガーは、ホイールベースが長いため、セダンよりも操縦しやすいことから、このスポーツカーをダンサーと呼んでいます。最後に、このパゴダは、1971年3月に終了し、完全に新しく設計された W107 モデルシリーズにバトンが手渡されました。W113 の3つの SL モデルは、8年間の生産期間で合計 48,912 台が生産されましたが、未だドイツでは4000台以上の登録が確認されています。このパゴダは、事故や腐食、重大な欠陥があってもスクラップになることはほとんどありません。以上で、簡単ではございますが、SL パゴダの解説を終わらせていただこうと思います。スポーティーさと日常的な実用性、快適性、時代を超越したエレガンスを高いレベルで兼ね備えている SL パゴダ。60年経っても色褪せないオーラは、まさにメルセデス・ベンツのマイルストーンにふさわしい一台でしたね。それでは、また、お会いしましょう。